甘みは一切入れてなくて、辛口のタレで代々やってます。楽しいですよ、毎日。ヨーロッパからアメリカから。Hi guys, I'm Joshi from Tokyo, Japan. Today I'll visit a Unagi Eat restaurant in Asakusa Kaminari-Mono. The restaurant is listed in Michelin Guide, and I've interviewed the owner of the restaurant, but hi. Leave your comments and don't forget to like the video and subscribe to my channel. Let's go! こんにちは。本日は初小川の和江さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初にですね、和江さんのお仕事について、簡単に教えていただけますか。うちはもう代々うなぎ屋をやってて、ひいおじいさんですね、今は4代目が継いで、で5代目も生まれました。わかりました。浅草でうなぎ屋さんをなされているということでございますね。はい、ありがとうございます。今も5代目が生まれたということでしたけれども、初小川さん、こちらのうなぎ屋さんの歴史について少し教えていただけますでしょうか。まあ、最初からうなぎ屋をやってたんじゃないですか、明治40年から。それで私の父も。でも父の時代は大変だったんですよ。関東大震災で家は丸焼けで、で次も空襲で浅草も丸焼けで、観音様も焼けたぐらいですから。それからまた戦後家を建て直して、だから3回ぐらい建て直したんじゃないですかね、家を。で今日に至るんです。そうしますと、おじいさんがこちらのうなぎ屋さんを始められて、でお父さんの代になさって、で今和江さんがこちらのオーナーさんということでなさっているということですね。そして息子さんも今2人いて一生懸命働いてます。わかりました。大体浅草の人ってみんな継ぎますね、お家を。代々親のお仕事を皆さん継いでいかれるということですね。そうですね。歴史でいうと今117年経たれたということなんですけれども、こちらの伝統の味ということでよろしいですか。うちは甘みは一切入れてなくて、辛口のタレで代々やってます。味というのはもう先代がなされていたものを守ってらっしゃるというような。そうですよね。お醤油とみりんと同じメーカーを使ってるんです。うなぎ店さんを経営されていての今ご苦労というか、そういうものは今ございますか。今は何にもないですね。息子がやってくれるから。じゃあもう幸せいっぱいな感じですね。わかりました。あとこちらとても評判のいいお店で、例えばミシュランガイドにも掲載があったりとかして、とても評価が高いんですけれども、その辺についてはどういうことを思いがありますか。ミシュランはうちでいいのかなって思ったぐらいで、別に。じゃあミシュランに選ばれた時の感想というのは、どういう感想でいらっしゃいました。だけどミシュランに選ばれたからって言って、コロナ中だったから華やかなパーティーとか何もないわけですよ。で本も高価な本で買うわけじゃないじゃないですか。インターネットでもね見られますよね。そうですね。そうインターネットでね。そうしますとミシュランに選ばれた時の感想は今おっしゃったみたいに、うちでいいのかなみたいなことだということだったんですが、ただ選ばれた時はそういう意味ではびっくりされたということでしょうか。本見てうち乗ったんだって感じで。ミシュランに選ばれるというのは、日本に5万とある飲食店の中でミシュランガイドに載るお店ってとても少ないと思いますけれども、そこで掲載がされるというのは誇りなのでしょうか。どういうご感想をお持ちだったでしょうか。ありがたいということで。だけどさ、うちでいいのかなって思いました。いいのかなっていうことですね。わかりました。ありがとう。風さんの、過去についてちょっと掘り起こしてお聞きしたいと思いますけれども、浅草生まれでいらっしゃるんでしょうか。子供の頃の何か思い出とかご記憶はいかがですか。小さい頃からずっとお稽古ばっかりで
何のお稽古でいらっしゃいますか？踊りと三味線と長唄とお笛とか、あとはピアノとか。こちらのお稽古事は、まだ続いてるんです。今も続いていらっしゃる。お笛と長唄、小唄。きっかけはどのようなことで始められたんでしょうか？父親が踊りが好きで。なるほど。で、お師匠さんもうちの裏のお師匠さんで、それでずっと続きました。それは和江さんが始めたいとご希望されました？そういう気もなく、芸事ってね、6つの6月の6日からやるんですね。そうすると、芸達者になるって言って、未だに続いてるんですけど。じゃあそうすると、それはご両親のご意向で始められたということですね。まあね。ただ今も続けてらっしゃるということはお好きだったということですね。浅草ですと、例えば三社祭りとか有名ですけれども、三社祭りの時は浅草公会堂の前で、私たちあやめ連っていうお囃子の会があって、ここでずっと活動してます。音楽ですよね。江戸囃子。江戸囃子をされてますね。三社祭りについて何か思い出などはございますか？生活ですね。三社祭りが。1年の中で三社祭りに向けての準備を。もう終わったらすぐ来年の三社の浴衣だってすぐできるわけじゃないじゃないですか。2、3ヶ月。自分でデザインして、で、型を起こして、で、染めてもらって、半年ぐらいはかかるから、もう三社が終わったらすぐみんなで図案の相談して、手ぬぐいとか。浅草の人ってみんなそうです。うちだけじゃなくて。そうすると三社祭りを中心にして1年間の計画が回る。そうです。あと浅草と言いますと今とても人気のある街ですけれども、浅草の人柄というか、人情について教えていただけますか？もう親代々からみんな住んでる人たちが多いので、もうみんな親戚ですね。最近東京では隣に誰が住んでるかもわからないみたいなのが多いですよね。浅草に限ってはそういうことがない。ないですね。仲間っていうかもう、みんな兄弟みたいになっちゃいますよね。兄弟の何かお祝い事があると一緒にお祝いしたいし、そうです。まあ悲しいことがあれば一緒に悲しむみたいな、そういう心が通じ合うような地域なんですかね。仲間ですからね。仲間ですね。それはもう古くからこちらの浅草に住んでいらっしゃる方はそうかもしれないんですけれども、新たに浅草に引っ越しをされてくる方もいらっしゃるかと思いますが、その方々のは受け入れるんですか？みんな受け入れます。とてもウェルカムな感じで、その人が浅草に貢献してくれる人だったらね。じゃあもう浅草に引っ越しをされるのは、まずは大歓迎ということですね。でも浅草に行きたいから来るわけで、すごくみんないい人ばっかりです。新しい方も。あと今、習い事のお話がございましたけれども、他には何か記憶にあったりとかございますか？どのようなお子様でいらっしゃいました？子供の頃は、お店ずっとここに住み着いてるわけですから、手伝ったりしてました。幼い頃から、子供の頃から、うなぎ屋さんの商売をやってました。はい。うなぎ屋さんの商売もやっていた感覚なんですね。どういうお手伝いをされてましたですか？お客さんにお茶入れたりとか。将来は私がこのお店を継ぐんだよというような自覚もあったんですか？はい。何歳ぐらいからもうずっとですよ、小学校の時から。じゃあお子様の時には、お店のお手伝いで、お客様にお茶を出したりとかなされてたんですね。他には何かなされてましたですか？そういうとみんなお小遣いとかくれるわけじゃないですか。100円、200円。それも楽しみでした、お客様が。そう。お客様がもうそうしますと、馴染みのお客様が。お馴染みさんばっかりで、子供の頃から。調理を始めたのは、何歳ぐらいからでいらっしゃるんですか？若い時からやってましたね。好きで。卵焼きとか作ったりとか。若い時って言いますと10代ですか？そうです。小学校の時から
ずっとやってましたね。作ってらっしゃる。もうなんか、忙しいから、ちょこっとしたものしか家族は食べられないじゃないですか。だから、いつもうなぎばっかり食べてましたね。あ、いつもうなぎを食べてた。羨ましいような気もしますけれども、毎日うなぎを食べると、たまには違うものを食べたいなという日もありますよね。やっぱりそういうもんですか。そうですね。やっぱり高級な美味しいものでも毎日食べていると。で揚げ物とかしないじゃないですか。匂いがつくから、うちは。そういうのはみんなで外食行ったりして。浅草の人って食べることに贅沢ですね。で、商売やってる人が多いから、あんまり家じゃ作らなくて、みんなあちこち天安門とか食べに行っちゃったり。ちょこっと。もう家で料理をするよりはもう外で食事を済ます。そうですね。地域なんですね、こちらね。そうですね。お蕎麦なんかね、美味しいですよね。うなぎを調理する上での難しさというか何かございますか？もう長年なさってるから。長年やってるから感覚で。で、うち炭だから、炭がうなぎが程よく焼けるまでに時間かかるんですよ。炭を起こす時点で。だから10時ぐらいから炭を起こして、軌道に乗るまでね、時間かかる。季節によって調理方法は変わりますか？調理方法は変わらないです。ただ秋の方がうなぎは美味しいですね。まあ日本の四季で、春、夏、秋、冬があるとしたら、一番美味しいのは秋ですか？そうです。夏の終わりから秋、冬。秋から冬も美味しいですか？美味しいですね。いいですよね、秋から冬にかけて。うなぎは美味しいんですね。夏はもううなぎも忙しいんじゃないですか？うなぎも夏バテしてる可能性ありますね。うなぎは、何か産地とかこだわりはございます？今は鹿児島ですね。現在お二人の息子さんが一緒にご商売されているということですけれども、何か息子さんたちに期待することとかございますか？まあ、ずっと続けてもらいたいですね。お二人でこの1店舗を守っていくということですね。なんかよくのれん分けみたいなことも聞きますけれども、そういうことはまあこれからなんでしょうね。もしかすると将来のれん分けがあるかもしれないというのも息子さんたちに任せていらっしゃるというところですか。あとはあれですね、お孫さんもお生まれになって5代目がそう5代目がいらっしゃる。3人いますから。3人もいらっしゃって。そうすると将来もしかすると5代目がねえ、どうなんでしょうね。それもほら、双子ちゃんだから。双子が。男の双子だから。男の双子が味を守っていかれる可能性もある。でもそれまで生きてるかどうかもわかんないし、私が。元気に。100歳以上になっちゃう。でもね、今ね、もう100歳でもね、元気な日本人の方多いですからね。そうですよ。熊手屋のお母さんなんて、すっごい綺麗な人でした、100歳まで。今もね、笛とか踊りで、体を鍛えてらっしゃるんで。お笛は大変なんですよ。自分の好きな音を、音色を出すのに。篠笛と、あと脳幹と。息吸わなきゃ、ね、ならないですからね。吸って吐いて、吸って吐いて。今もお話少し聞きましたけれども、和江さんの将来の夢とか何か計画とかございますか？いや、将来はまあ、今が将来ですね。もう毎日が将来。そう。もう別に一日一日が大切で、うなぎ焼くだけじゃないじゃないですか。経理とか。そういうの、すっごい大変ですね、そっちの方が。会社の経営の、経営が大変。経営業務が大変なんですね。もうそういうのは息子に任してるんですけどね。だから今すごい楽。お稽古ごとに時間が取れる。そうですね。この先の浅草についてお聞きしたいと思いますけれども、外国からもたくさんの観光客が今すごいですね。そうですね。ヨーロッパから、アメリカから。なんか浅草が人気になったのはいかがですか？コロナでちょっとばったり誰もいらっしゃらなくなったけど、また復活してよかったなと思います。世界中の方がね。
浅草を気に入っていただいて。自分が生まれ育った町が人気になるというのはどういう気持ちでいらっしゃいますか？楽しいですよ、毎日。この先の、経営に関しての何かお考えというのはいかがですか？まあ、コツコツやっていくことですね。わかりました。本日はどうもおあり忙しい中、ありがとうございました。Thank you for watching. How is the video? In this channel, I show you real life in Japan. Let me know what you wanna know about Japanese life, jobs, and culture. Leave your comments and don't forget to like the video and subscribe to my channel. See you next time. Bye.